オーダースこんちこんばんは、ポーテーズ今日もデートぶつけてきてねと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ショータイムクルトワに今回100本打ってみたやっていきたいなと思います。昨日のねこちらの動画、見ていただいたでしょうかね。いやー、とんでもない記録、とんでもなく止めてましたけども、ストレートシュート止めたけども、今回はやっぱり止めないとね、やっぱダメですから、さらに言うと至近距離とかニアとかね、この辺もちょっと気になるところではあるんですが、今回は根幹編ということで100本やってきたんで、ぜひ見ていってください。検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になってきます。ペナ前から、ファーに向かって根幹シュート。ゲージは 40% 以上ぐらいですね。調子は普通になっております。枠外、これはノーカウントという形になっていきます。能力としてはこんな感じですね。バランスよく育てています。ということで、どれぐらい止めると思いますかね。はい。ちなみに前回までの記録はこんな感じで、チェフがね、だいたい 40% ぐらい止めてましたよというところですね。これがクルトワになったらどうなるのか、どう思いますか。ぜひですね、予想しながら見ていただければと思います。そして今回もですね、流れ、見ていただきたいので、前半の3分の1程度をね、早送りで見ていきたいなと思います。いきましょう。はい、ということで、早送りで見ていきたいなと思います。30本程度ずつですね。止めるのが多いのか、ゴールが多いのかみたいなところなんですけど、これは結構結構えぐいキャッチとかしてるな。はい、見ていただきました。いや、これさ、マジで明らかにキャッチ多くなかったっすか。いや、セービングもしてたけど、キャッチの方が絶対良かったよね。で、しかもキャッチも甘いコースに見えるかもしれないですけど、これ結構ね、えぐいコースをキャッチしてたように思いました。またこのね、コースに関してはまたちょっとこの後詳しく比べていきたいなと思います。そしてちなみになんですけど、シュートコースに関してはですね、全シリーズ、今までの検証全シリーズですね、こんな方向に向かって蹴ってます。なので確実にファーに向かって蹴れるような形でやってますね。それ今までも同じです。で、間違えても横方向とかではないので、それね、分かっていただければと思います。それでもですね、100本打ってれば正直甘いコースになることはゼロじゃないです。はい、それはどれでもそうです。それはどのゴールキーパーでも同じ条件だと思いますから、その辺はですね、誤差だと思って、いただければと。そういうのをね、誤差にするために100本やってると思っていただければなと思います。はい、ということで、ここからね、ちょっと詳しく早送りせずに見ていきましょう。まずは失点集から見ていきます。コースがね、どれぐらい厳しいコースなのか、甘いコースなのかっていうところがね、結構重要なところなんですが、どうですかね。シュート自体は今回のでめちゃめちゃ速いっていうことではないんですけど、その中でコースがでもそんなに甘い感じはしないですね。前回のストレートシュートでもそうでしたけど。はい、ここからはセーブ集になっていきます。いや、でもやっぱキャッチが結構多いですね。いや、でもいいセーブもしてますね。ファインセーブと言われるようなものをしているかなと思います。やっぱなんかでけえな、なんか届いてんなって感じはしちゃうけど、派手さはね、ちょっとキャッチが多い分あれかもしれないですね。はい、ということで見ていただきました。失点に関してまず言うとですね、めちゃめちゃ甘いコースっていうのは正直あんまなかったかな、少なかったかなと思いました。そしてセーブに関してで言うと、セーブイングは結構えぐいなと。ただいわゆるセーブというよりはキャッチの方が範囲やばいんじゃないかな。これはね、セービングより全然こっちの方がやばいんじゃないかなと思います。そこに関してはちょっと詳しく後で比べていきたいなと思います。はい、ということで大体見えてきたんで、まず結果見ていきましょうか。どうなったのか。こうなりました。ドン。はい、ということで一番下がクルトワですね。51本飛びました。やばくないですか。100本中51本飛びました。チェフだって40本程度なのに、でしかもびっくりなのがキャッチの方が多かったんですよ。いや、これがねちょっと意外すぎ。今までが10本15本、多くても15本16本か
だったんで、いやこれはえぐいっすね。なんかやってた感じで言うと、ミドルレンジになればなるほどいうかね、シュートまでゴールに来るまでの時間が長くなればなるほど、クルトワがねこう無双状態というか強みがいってくる、そんな感じがしましたね。はい、ちょっと詳しく比べていきましょう。はい、同じ視点のところ固定カメラと比べていきます。シュマイケルのねやつとねちょうどよく比べられそうなのがあったんで見ていくんですけど、オレンジがねクルトワですね。で、はい、こんな感じ。はい、踏切がやっぱ同じになるとですね、やっぱり微妙にやっぱクルトワの方がやっぱ身長分かな、優勢になるのかなという気はしました。まあたまたまかもしれませんがね、まあ誤差程度といえば誤差程度になるかもしれません。でですね、甘いコースの失点の時のね影のところで比べていきたいなと思うんですけど、まあチェフドンナルンマと比べていくとですね、まあ線引くとわかるかなと思うんですけど、まあ正直そんなに変わんないかな。まあ、誤差といえば誤差かなっていうレベルになっていきました。で最後です。これがねマジ面白くて、この1本まず見てほしいんですけど、これシュマイケルのセービングなんですけど、まあいわゆるねファインセーブと言われるところになっていくんですけど、今までの検証から言うとですね、これよりちょっとでもちょっとコースが厳しくなるとですね、もう入っちゃいますね。ボール半個分でもちょっと外側になるともう入っちゃうイメージがあります。それはどのゴールキーパーでもね。でそれを踏まえた上でこれ見てほしい。はい、これクルトワのキャッチなんですけど、これねさっきのシュマイケルのやつと比べると結構面白いことが分かりまして、青がシュマイケルですね。はい、でシュート見ていくと分かりますか？はい、ほぼ同じコースなんですよ。影も注目してほしいんですけど、影とボールの位置見てほしいんですけど、ほぼ同じコースで来てるのが分かります。でそうなんですけど、クルトワの方はキャッチ、そしてシュマイケルの方は弾くみたいなね。クルトワは当然のようにこれキャッチしていくんですよね。で他にもあります。はい、こんな感じでこれもほぼ同じコースなんですけど、クルトワはキャッチしているという形になっていきますよと。でこれがね、まあもちろん毎回ではないんですけど、しかもねシュマイケルでもねコラプシングめちゃめちゃ上げたりするとこういうことあったりはしたんですけど、まあなのでクルトワがね特権的な能力ではないんですけど、明らかにこのキャッチがね出る可能性がね高かったです。クルトワは多かった、明らかに多かったっていう感じになりました。なので逆に言うとですね、これちゃんと分かってあげてないとちょっと損しそうな気がしましたね。はい、絶対にキャッチの方が偉いですからね、ゴールキーパーからしたら。弾くよりキャッチできる方が絶対偉いですからね。その辺もやっぱりねこの高身長の強みが生きてるんじゃないかなと思います。はい、というところが分かったんで、今日は結論です。クルトワのキャッチング範囲はちょっと異次元とします。はい、というところで、見ていただきました。いやー結構すごかったですね。まあ、特に今回で言うとこの根拠とか時間がかかるシュートは得意分野っぽいですね、クルトワからしたら。お箱みたいな感じだったのかな。でここまでね見てきて明らかにこのクルトワもねセービングは優れています。もちろんシュマイケルとかねチェフももちろん優れてますけどね。でしかもここですごいのがこのフライパスも高いっていうねとこですよね。穴がほぼないじゃねえかって話なんですよ。シュマイケル、ブッフォン、チェフへの信頼もね熱い人もやっぱ多いと思いますから、まあ、そこはね各々の信頼できる選手っていうのをねしっかり使っていけばそれはそれでいいんじゃないかなと思っております。であとは冒頭に言った通りやっぱり近距離とかニアとかこの辺はねやっぱ気になるところになっていきますので、この辺もまたやっていきたいな。このクルトワ使ってちょっといろんな検証をやっていきたいなと思います。はい、というところでもうちょっと眠いんでこのまま雑談しながら終わりたいなと思うんですけど、毎回言ってますけどこの動画はある一点の視点でしかないですし、実験のね、結果でしかありませんから、これを真に受けすぎずにですね皆さんの、参考の一つ、判断の一つのね材料みたいな形で、使っていただければなと思います。その上で自分の中で納得したもの、納得した選手をね使っていくのが一番の正解だと思いますから、そういった形で使ってみてください。で現状育成方法に関しては、以前上げた動画のものですかね。コラプシングちょっと強めの方がやっぱキャッチングはねちょっと強めにしといた方がいいかなとは思いますね。ただこのクルトワに関してというかね、クルトワ、チェフ、シュマイケルはそうなんですけど、この辺に関してはもうね正直好きなように振っていただければ絶対強くなるんで、安心していただければなと思います。この1、2とかで変わるような世界ではないですから、その辺はぜひ参考にしてみてください。ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると
嬉しいです。はい、というところでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。